こんにちは。人生を自由にするための人生レシピです。どうぞよろしくお願いいたします。人の心は壁があってなかなかつかみにくいものですが、簡単にすぐにできて有効な話術の一つをお伝えさせていただきます。私もね、効果があるのでカウンセリングでよく使います。使い方と効果について詳しくご説明していきますね。オウム返しという手法を使います。オウム返しとは、相手が発した言葉をそのまま単語を使って返すことです。自分が発した言葉は受け取りやすいという簡単な言葉のキャッチボールです。人は承認欲求が誰にでもあります。自分の発した言葉は素直に入る心理があるからです。認めてもらえたような錯覚さえ起きます。人はね、ノーと言われると拒否されたような気持ちになっちゃうからです。それもあってね、面接対策ではノーと言わないような指導をしています。ノーなんだけどもイエスに聞こえるような言い方をします。本題からそれちゃいますのでね、これはまた違う時にご説明をします。まずはね、簡単なことから感じ取ってもらいたいなと思います。例えば、あなたがレストランに行ってオーダーをねして、最後にご飯をね注文しようとしたシーンだと思ってくださいね。あなたはご飯をくださいと言いました。店員さんはライスですねと言われました。どうですか？もう一つ、あなたは携帯ショップでこの携帯だけどと店員さんに言いました。店員さんはこのスマホですねと言われました。どうですか？特にわざわざ言い返すことはしないと思いますけれども、なんかカチンときませんか？なんか正しくなかったのかななんて思ったりしますよね。言い方を直されたような気分、もっと言うと、間違いを正された気分になります。相手をね不快にさせることもあるということです。こういう時は言葉を揃える、同じ言葉で返すということね。オウム返しにすると、ご飯と言われたらご飯で返す、携帯と言われたら携帯で返す、この方が気持ちいいですよね。なぜオウム返しが有効かというと、人には認められたいという承認欲求が誰にでもあります。承認欲求とは、認められたい、褒められたいと思う気持ちのことで、アメリカの心理学者マズローが提唱したマズローの欲求、階層説で、登場する概念です。生理的欲求、下からね、安全の欲求、所属と愛の欲求、承認の欲求、自己現実の欲求という5段階の上から2番目の、高い欲求になります。人は多かれ少なかれ自分を認めてもらいたいという心理が根底にあるのです。だからそれを直接認めますよなんてね、なかなか言えないですよね。特に日本人はそういう文化がありませんからね、なかなか言わないです。ですから会話の中でそれを感じ取るように持っていく手法になります。相手に認められていると感じてもらえるとね、知らないうちに相手との心の距離が近づくことができる手法です。距離が近づくと話がしやすくなりますものね。早い段階で心の距離を近づけた方が、いい話し合いになりますから、自分も相手もとても楽になります。一つ事例を言いますね。朝玄関で、学校に出かけるようなシーンだと思ってくださいね。A子ちゃん、お母さん今日学校行きたくない。お母さん、あらまあ、今日学校行きたくないのね。わかった。どうしたのかな？ちょっとお話聞こうか。リビング行こう。と言うとね、話し始めると思いますよ。それをオウム返しではなく、よくやってしまうのは、なんでよ、なんかあったの？誰かいじめてるの？リビング行って話しようか。
と言ってもなかなかね、子供はきっと話をしないでしょ。これは自分が発した言葉をそのまま使ってくれたので認められたという錯覚が起こっているからです。錯覚ですよ。もう一つの事例ね。昨日は京都に行ってきたんだ。城南宮は初めて行ったよ。とてもすがすがしかった。と言った場合ね。城南宮を知っている場合であれば、城南宮か、前に行ったことあるわ。京都は遠いけど行く甲斐あるよね。こんな感じね。じゃあ城南宮を知らない場合ね。京都に行ってきたのね。城南宮って何の神様？というようにクエスチョンで返すと話が広がります。クエスチョンで返すオウム返しの手法としてね、相手の発言が長い場合は 10% ぐらいをね拾って返します。言い過ぎるとねちょっとくどくなりますからね。例えば会話の中で、京都の A ラーメンはとっても美味しいよ。昔学校の帰りによく行ってたよ。また近くに行ったら行きたいな。すっごいおすすめだよ。と言われたとしますね。オウム返しは、よく行ってたんだ。おすすめメニューは何？とか、ラーメンまた行きたいっていうぐらい美味しいの？豚骨何系？とクエスチョンで返しますね。もう一つは、学校の帰りによく行くぐらい美味しかったのね。週どのぐらい食べてたの？というような感じでね、オウム返しの後に最後にクエスチョンで返すと、相手はまた話を始めますから、どんどん話は広がりますね。会議や採用試験のグループワークがね、最近よくあります。次の発言をするときに活用できるかなと思います。前者の意見を言っている人の名前と発言と簡単にねメモで控えておいてくださいね。ここではスーパーの会議を例に例えてみましょう。例えばエコバッグ導入についての会議であるとしますね。 A さんの発言です。環境を守るためにはエコバッグを持参するようにした方がいいと思います。買い物袋を廃止するというのはいかがでしょうか。 B さんの発言です。店舗売上を考えたらエコバッグに入る量しか買わなくなってしまうのではないでしょうか。売上が減ってしまう恐れがあるのではないでしょうか。買い物袋を廃止というのは賛成できません。というような真逆の意見があったとします。実際にはね、もっと長いとは思いますが、ここではね、ちょっと割愛させていただいています。次にあなたが発言します。ではどう言いますか？同意見の場合、A さんと同じですなんて言ってしまうと、面接では間違いなく落ちるでしょう。ではどう言ったらいいのか考えてみてくださいね。一つの案です。先ほどの A さんの発言のエコバッグ導入し、買い物袋廃止の意見には確かに環境を守るためには必要なご意見ですし、 B さんのエコバッグ導入には売上が減るという意見もごもっともなご意見だと思います。売上が減ってしまっては会社としては一大事ですから、なんとかエコバッグを導入し、買い物袋を廃止した場合でも売上を確保できる方法を模索するという考え方もあると思いますが、いかがでしょうか。会社として社会的な役割も果たす必要があり、今まで通りというわけにもいかないと思います。何か買い物袋の提供をなくしても、イベントやポイント制を新たに導入するとかしてお客様から支持されることを考えてはいけないでしょうか。この言い方はどうでしょうか。 A さんに賛成ということではあるけれども、 B さんの意見を最大限尊重している意見にもなります。決して否定をしてはいけません。 A さん案になった時に B さんの立場が悪くなってしまいます。不必要に敵を作ることはありませんからね。否定する人の意見の賛成できるところをね、一部をちょっと拾っていただいて、オウム返しをしてサクッと翻す方法として使えます。オウム返しは日常の会話はもちろん、最近では大手企業や官庁の採用試験でのグループワークが大変多くなってきています。
発言した人の名前と言葉を拾ってもらって自分の意見を言うことにより、たとえ違う意見であっても敵対しないスマートなやり方をする手法でもあるので、大変好感が持てると思います。コミュニケーション能力が高いと思われるでしょう。ぜひ使ってみてほしいなと思います。ぜひ使うのはいいのですが、使いすぎてもちょっとこれね、くどくなりますのでね、ちょっと注意してくださいね。うんざりされてしまっては元も子もなくなってしまいます。ポイントでね、使ってみると効果が出る手法でもあるので、お間違いのないようにしてくださいね。少しずつね、こうしてコミュニケーション能力を身につけていただいて、自分の人生を豊かになるようにしていただきたいなと願っています。幸せになってくださいね。幸せになーれ。最後まで見ていただきましてありがとうございます。ご縁に感謝です。人生を自由にするためのレシピをたくさん紹介していきます。自由に生きていきたい方をいっぱいにしてお互いに相乗効果を出していきたいと思っています。チャンネル登録だけしておいてくださいね。またその時にご案内ができるかと思います。ミラクルを起こしていきましょう。では次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。感謝です。